皆さんこんにちは。シンプル内藤でございます。僕は東京の会社に勤務しながらマレーシアに移住したノマドワーカーです。本日は超孤独な32歳独身海外移住者の花金ナイトルーティンをお届けしたいなと思います。前回は初めてのナイトルーティンという形で動画を作成してみましたが、僕のチャンネルにしてはかなりの反応があり、孤独な僕にとってはかなり嬉しい出来事となりました。コメントを見ていると、暗いだったり寂しそうなどのネガティブなものばかりだけではなく、気楽で羨ましいとか憧れるなどポジティブなコメントもあり、まさしく前回話した自分が思い描く幸せは人それぞれなのかなというふうに感じました。動画のテイストは、若干暗く感じたかもしれませんが、実際今の僕はかなり気楽に生きていけているのかなと感じます。ただ、やはり孤独というのはとにかく考える時間が多くなり、悶々としてしまうので、このような場所で考えたことや思いついたことを話させてください。そんな今日はせっかくの金曜日ですので、孤独は孤独なりに謳歌したいと思います。金曜日はだいたいいつも家の近くにあるこのショッピングモールに行きます。マレーシアにはこんな感じの大きめのショッピングモールがとにかくたくさんあります。そこまで交通の便が良くないマレーシアは、大きめのコンドミニアムとショッピングモールがセットになっており、だいたいみんなそのモールで生活が完結するようになっています。そしてみんな3車線道路を普通に横切ります。お気をつけを。ここのモールは中華系のモールなどで、中国人や日本人に馴染みの店がとにかくたくさんあります。ダイソーやユニクロはもちろん、ラーメン屋の一風堂があったり、少し値段は高くなりますが、シャトレーゼなんかもあります。売っているものは日本と全く同じです。そんな中、僕が行きたかったのはこのお店、バーベキュープラザというお店です。ここは店の前を通るたびにかなり賑わっていて興味深く、調べてみるとタイの焼肉スタイルという未知のジャンルにとても好奇心をかきたてられました。値段が2000円ぐらいで食べ放題ということもさることながら、なんといっても特徴はこの鍋です。このジンギスカンにとてもよく似た形の鉄板で焼肉をするんですが、溝部分に優しい味のついたスープをためるんです。中心部分でお肉を焼いて溝部分で野菜を煮るという、ジンギスカンと鍋を足したような摩訶不思議な料理なのです。スマホで頼むタイプのモバイルオーダーだったのですが、なんと食べ放題ではありませんでした。どうやら曜日や時間によってメニューが変わるみたいです。このまま退店するという選択肢もありましたが、卑しいやつと思われたくないので食事を続けます。今回はこのスーパーポークセット52リンギットとライス、お茶を注文してみました。料理を待っている間、調味料を見てみると、この味噌だれらしきものと、黄色すぎる上澄み多めのレモン汁、そしてこれは生の刻みニンニク、一番奥は唐辛子を細かく刻んだやつという王道を微妙にそらした調味料が多く、味噌だれのみで食べることになりそうでした。醤油系のタレがないには少し戸惑いましたが、タイスタイルということで、それはそれで楽しむことにしました。プレートには豚肉のスライス、うどんやさつま揚げ、ヤングコーン、エビなどの海鮮、右側にはまた豚肉のスライス、右下はベーコンと鶏肉がありました。付け合わせでキャベツもあったんですが、どれを焼いてどれを茹でればいいメンツなのかが分からず、とりあえず周りを見てキャベツを溝に入れることにしました。しかしいざやってみると、この周りの茹でスペースの幅がかなり狭く、このようにとんでもない絵面でスタートすることになりました。最悪の幕開けとなってしまったのです。
そして肉を焼いていくと伝わるか分かりませんが、この鉄板がかなりくっつきやすかったです。油を別に敷いているわけではないので、大体のお肉がちぎれて小さくなってしまいました。肉が焼き上がったら、まずは味噌だれをつけていただきます。味は正直美味しかったです。ただ皆さんが今想像しているその味でした。なぜか店では8の香水が流れていましたが、おそらく歌詞を理解できているのは店内で僕一人でしょう。ちんたら食べていると、鍋部分のスープがあっという間に蒸発してしまい、キャベツがカピカピになってしまったので、スープを再び追加します。そちらに気を取られていると、鉄板部分のお肉が焼けすぎてしまうという孤独な僕にとって、焼肉と鍋の欠点がダブルに襲ってくる仕様ということに今気がつきました。ダブル鍋奉行をやりながら食事もするという孤独な僕にとって最も適さないお店に入ってしまったかもしれません。そしてお肉は常に味噌だれです。レモン汁も食べてみましたが、甘いレモン汁でした。なので味噌だれオンリーでいきます。終盤は焼け野原状態でうどんを投入しましたが、せわしなさすぎて操作を誤り、スローモーションで撮るという失態を犯してしまいました。鍋に忙しすぎてまともに動画が撮れる環境ではありませんでした。ダブル鍋奉行のおかげで食事も15分で終了しました。たくさん食べたかまだ胃が気づいていなかったので、デザートを食べに台湾スイーツのお店に行くことにしました。ここはかき氷の上にさまざまなスイーツを乗せられるタイプのデザートで、僕はこの救急ジェリーミルクティーアイスというものを注文してみました。で、ここでまたスローモーションの設定になってしまったんですけど、幸い食べ物だったので美味しそうな映像が撮れました。これはミルクティーのかき氷の上にタピオカだったり仙草ゼリーなどもちもちしたお団子などがたくさん乗っていて、これはとっても美味しかったです。しかし食べるシーンもスローでしか撮れず、こんな映像誰が見たいんだっていうものしかありませんでした。こんな感じで僕の花金ナイトルーティンが終わったんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。今回は割とハプニングも多く、個人的には楽しかったです。しかしお酒も夜遊びもしないこのような生活、皆さんはどのように思われましたでしょうか。よかったらコメントをお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。